さんこんにちは、藤です。このチャンネルは日本語の勉強をしている方へ向けたチャンネルです。リアルな日本の文化や私の身の回りで起きたこと、日々感じたことなどをゆるくお話ししていきます。学校で習わないような自然な日本語をお届けするので、皆さんのリスニング力向上に少しでもお役に立てたら嬉しいです。今回は日本語のスラングについてお話ししていこうと思います。辞書とか教科書には載っていない若者言葉とか、SNS でよく使われるような流行語とかですね。ビジネスだけで日本語使いますよって方は、スラングはあまり必要ないかもしれません。でも、日本人のお友達と話すときとか、アニメやドラマを見る際にはスラングたくさん出てくると思うので、知っていると日本語を使うのがもっと楽しくなると思います。今日は私が日常でよく使うスラングを9個ご紹介します。全部知ってたら相当すごいですよ。それではまず一つ目は、やばいです。これは一番有名なスラングかもしれません。皆さんも一度は聞いたことがあると思います。やばいはめっちゃ便利で、たくさん意味があるので、いろんなシチュエーションで使えるんです。私これ使いすぎてて、1日10回ぐらい言ってるんじゃないかな。例えば、このケーキやばいって言ったら多分美味しいっていう意味だろうし、火事だ、やばい、逃げなきゃって言ったら大変だって意味だと思います。なんかそこにやばい人いるって言ったら変って意味です。こんな風に状況によっていろいろ意味が変化するんですよ。だからめっちゃ便利ではあるんですけど、解釈が難しい言葉ですよね。続いて二つ目はワンチャンです。可能性は低いけど、もしかしたらっていう意味です。英語のワンチャンスの略ですね。どういう風に使うかっていうと、仕事が早く終わったからワンチャン間に合う。今日この後飲みに行ける？ワンチャン行ける。みたいな感じで使えます。これは今回私が紹介するスラングの中でも結構若い人が使う言葉だと思います。三つ目はググるです。これは調べるっていう意味です。もともとは Google で調べるが由来だと思うんですけど、今は普通にネットで調べること全部で使っている感じがします。英語でも Google it とか言ったりすると思うんですけど、日本語でも Google を動詞みたいに使うことがあります。使い方はこんな感じです。わかんなかったらとりあえずググるのが早いよ。はい。次に、4つ目のスラングは盛るです。これは普通に本来の意味としては物を積み上げるとか満たすっていう意味なんですけど、ご飯をお皿に盛るとかね。それに加えて若者言葉として派生した意味もあります。大げさにするっていう意味です。スラングとしては大きく分けて2つの使い方があります。1つ目は話を盛る。これは会話の中で話を実際よりも大げさに言うことです。ケンジっていつも話盛るんだよね。どこまでが本当かわかんないよ。みたいな感じで使います。で、二つ目の使い方は、見た目を盛るです。
これは実際よりもよく見えるみたいな意味で使います。例えば、この写真漏れてない？いつもより可愛い気がする。みたいな感じです。盛るは結構よく使えますね。続いて5つ目は、つぼるです。これは、つぼに入る、つぼにはまるとも言います。を省略した言葉です。つぼに入る自体は、要点を抑えるといった意味があります。ただ、つぼるは、笑いのツボを言うことが多いですね。その人が面白いと思うこと、ど真ん中だって意味です。面白すぎて笑いが止まらない時に使います。本当につぼるからやめて、みたいな感じです。6つ目は、ディスるです。人や物に対して悪口を言ったり、けなしたりするっていう意味です。英語の disrespect が語源らしいです。例えば、それって褒められてんの？ディスられてるのどっち？とか、なんかディスってきたから言い返してやった。みたいな感じで使います。はい。7つ目は、ノリです。物と物をくっつけるやつじゃないですよ。それは、ノリです。ノリは、一言で言うと、調子ですかね。ノリがいい、ノリが悪いっていう感じで使ったりします。ノリがいいっていうのは、その場の雰囲気にうまく合わせられるっていうことで、悪いっていうのは否定的な態度を取ったりすることを言います。あとは、ノリで何とかするっていう言い方もします。ノリで付き合ったとか、ノリで決まって旅行に行ったとか、そういう感じで使います。音に合わせて動いたりすることを音楽に乗るとか、リズムに乗るって言うんですけど、そこから来ている感じがしますよね。もともとは能っていう日本の伝統的なパフォーマンスの中でリズムの良さをノリって表現していたことから来ているらしいです。8つ目はマウントです。マウントを取るって言い方で使われます。英語のマウントから来ているらしいです。乗るとか登るっていう意味があると思うんですけど、そこから上に立つ、見下すっていう意味になったのかなと思います。英語にはそういう意味はないですよね、多分。どうやって使うかというと、すぐマウント取ってくる人って嫌だよねとか、そういう感じで使います。マウントを取るってどういうことかというと、例えば、今度大阪に旅行に行くんだよねって言ったら、相手が、大阪いいね。うちなんか毎年家族旅行でハワイ行ってるから、って言ってくるみたいな感じです。大阪が悪いって言ってるんじゃないですよ。大阪は素敵なところなんですけど、国内ですし、値段的にも、時間的にも気軽に行けますけど、ハワイなんてめっちゃくちゃ高いですから、大阪よりハワイの方が羨ましいでしょ？みたいな。ちょっと下に見てますよね。はい。9つ目は、脈ありです。これは、恋愛で
相手が自分に対して気がある、恋愛的に好きって思っているかもしれない。恋愛に発展するかもしれないっていう意味です。脈って心臓が血液を体に送るときのドクン、ドクンってやつのことを言うんですけど、この脈があると生きている、イコール希望があるみたいな感じで使われるんだと思います。逆に希望がない場合は脈なしって言います。どういう場面で使うかっていうと、例えば好きな人からの LINE、チャットアプリの返事が早く返ってくるとき、めっちゃ LINE の返信早いんだけど脈ありかなみたいな感じです。恋バナ、恋愛の話をするときは結構使います。はい、ということで本日は日本語のスラングをご紹介しました。本当に私が日常でよく使うものを集めたので、皆さんもお友達と話すときとかにぜひ使ってみてください。職場の上司とかには使っちゃダメですよ。ということで本日は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。